皆さんこんにちは。キャデラックバンパーの修理プロジェクトも第3弾です。だいたい形ができたので補強の部材を入れて研磨作業です。ナマズやアンドンもつけちゃいます。この字に曲げた部材です。アンドンの壁と本体をつないで補強になります。忘れとった。これ見えんとこだけあるけど。じゃあいたね。これを入れる。でっか。現場に持っていくまで融通が利くようにここは溶接せずに残しておきます。ひっくり返して下側も同じものをつけました。合わせてみます。結構きついところ。ほんまにやめろ。完成しちゃう。完成しちゃう。骨組みに当たってるところを少し削っておこう。メジャーのも書いとけんの。これどうする？もうちょっと不丁寧だな。どっちだっしまいたが割にめんどくせえ。け？ここなんかピシャーってまっすぐの人。キャビンのグリルに合わすんじゃなしに。まっすぐの人。でステップ側をなんかこんなカーブにしてから。アンドンに隠れる部分は内側も溶接しておきます。いいんじゃない？アンドン取り付け部になります。ちょうどいいか。いい。それ用のゴムみたいな。それ用のゴムよ。ああ、落ちた。そんなこと言おうたら落ちた。アンドンの周囲にたまたま持ってたゴムを挟んだらちょうど枠の中央に来ました。から行く？上から行く？ここかな。もう磨くだけ。ここはもう磨くだけじゃな。方々はしょうがねえな。それ以上多分、押したり戻したりしとるけこれなっとんやろ。こうなって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 なっとるもん。ただの折り目だったらまだうん。ええけどな。行って戻って行って戻ってなっとるもん。まあしゃあねえ。難しいな。こっち行ったらできるだけ鏡面のとこは触っちゃいけんけ。リードの上だけ削らんや。向き反対にせにはちょっと明るさで見えんな、逆光で。
銀ぐらいにあんまり行き過ぎたら切れるかな。ハイラップで売れる系、こっからはハイラップで行った方がいいかも。行き過ぎてこうなるけこうなったら手間が増える。多分な、行ったり来たりしようたら段が増えるけ、もうバーッバーッバーって行った方がいいんじゃねえかなとは思う。ハンドンの上下は結構ええようになったぞ。もうちょいかい。この辺消えんかな。もうちょいまだいけるじゃん。いける。うん。消えるまでほんなこれだ。だがそれじゃいいな。ギャンって言ったらこっち行くし、行くベーンってなったら食うたらな。これはこれで大して削れん。さっきの砥石の傷を取ります。ハイラップの120番を使っています。これでさっきの120番の砥石の傷を全部消していかにいけんのんだけど、焼けは全然残っとってもええけまだ。だいぶかかるで。全部スプレー言うたら。そりゃそうじなあ。片側だけでこんなん。ゾッとするな。ゃん。これここがもうねえなっとんよ。ここはまだあるんよ。ここ切ってチッチをしたらここやりやすくなるんじゃない？またあれで切るな。何やったかな前。グラインダーとグラインダー合わせて切ったんかな前。危ねえ。サクサクっと切れたらいい。ひょってちょっと角マーカー埋め込んでくれとか簡単に言うたらいけんねんよ。ほんまじゃ。穴を磨くのがこんなに難しいとはね。もうちょっと追い込もうか。ちょっと
すいません、ちょっとサイザルバフで荒磨きしているところが取れてなかったです。これバスペンができるの？こっち仕上げます。ピカールで研磨カスを取っておきます。ステップの島板は再利用します。君が傷んで言われるでこれ。左もあるんだけど。あれなんならこの天板も言ってしてよ。いや有精卵の生卵じゃないんおうあのな、君だけ取ってな白身を頭へてっぺん塗ったらな、ええ艶が出るんじゃいようたで。どうしたらそれなあかんだろうな。聞いたことあるけど。聞いたことあるある。有名なんじゃないがようたバフ目がまばらで目立つけど素人の限界ですな。 5.2。同じ位置にナマズランプをつけましょう。この一番前の穴だけネジを切ってありました。中に暗ドンの壁があるのでナットや工具を入れにくいところです。うわいい
何この静電気。バチッ。まあ多少なっとるかな。それ中に入ったんじゃない？いや、切ってる。ちゃんとしておりますよ。ですか。ハンドンも入れました。今回の動画はここまでとなります。次はしま板を新しく切り出すところからスタートです。次回もよろしくお願いします。